皆さんこんにちは、ミカです。今日は特別なラーメンツアーに参加します。少し前、自己紹介の動画にあきこさんがコメントをくださり、ラーメンツアーにご招待してくださいました。製麺所を見学し、一緒にラーメン作りを体験できるそうです。興味があったので、ベジタリアンラーメンはありますかとお聞きしたところ、当時はなかったのですが、なんと私の質問のきっかけに新しくベジタリアンラーメンを考案してくださり、ぜひツアーに参加してくださいとお声掛けいただきました。本当に感動しましたし、とてもありがたかったです。そして今日はそのツアーに参加するために横浜へ向かいます。どんな体験になるのかとても楽しみです。はい、着きました。こちらです。ここ丸高製麺です。こんにちは。弟のタカです。はい、高幸です。よろしくお願いします。ここはツアーの最初の場所、製麺所です。製麺屋という商売をしてます。はい。製麺屋、製造の製に麺なんで、はい、基本的には麺を作る会社なんですね。ただ他の会社さんとかでは、日本のうどんでしたり、あと日本そばってわかりますか？はいはい。そういったものも作ってらっしゃる会社もあるんですけども、うちはラーメンの専門の会社なんですね。それはもう昔からそうでして、私のお父さんのお父さん。私たちのおじいちゃんが、始めた会社なんですけども、ここは横浜なので、もっと昔から、その戦争の前ぐらいからは、横浜に中華街があったので、中華街とかの中国人、もともと中国人華僑の人たちのレストランに麺を卸したりとかもしてました。で、特に、じゃあ、ラーメンの麺っていうのは、例えば、このもう皆さんも多分もうご存知だと、うどんですよね。これ日本のうどんですね。これ日本そばですね。と、ラーメンは何が違うんでしょうか。そばは、そばの実、そばの実を粉にして作ったのがおそばですね。で、うどんは小麦粉です。ラーメンも実は小麦粉なんです。うどんは小麦粉とお水と塩でできます。ただラーメンはお水とお塩も使うんですけども、かん水が入らないとラーメンにはならないんですね。そう、かん水が入ると小麦粉の中にあるタンパク質と、すごく、このタンパク質がすごく複雑に絡まるっていうことが分かってまして、そうすると、噛んだ時のその食感とかっていうのが、うどんっていうのは基本的に太くないとダメなんですね。そうめんとか、ああやっても、冷たくして食べたりとか、でも温かくするとちょっと早く柔らかくなってしまうのはしょうがないんですけども、基本的に温かいので食べるときはうどんぐらいの太さがないと、その麺が強くない、コシがないんですけども、そうラーメンではそれを良しとしないので、そうするとやっぱりそのかん水を使って複雑に小麦粉のタンパク質が絡まると強い歯ごたえのある麺ができる。でもそのかん水が入ることによってラーメンと呼ぶことができるんですね。で、もともと日本にかん水はあったものではなくて、この中国の湖がある湖があって、その湖とそこから流れる川の近くに住んでる人たちが食べてる麺は他のところより何か違うよっていうのが昔からあったそうですね。でもそれは結局そこの湖の近くとかにあるその鉱山、ミネラルの入った塩岩塩ですね。今はもうナトリウムとカリウムの割合をいろいろ調整してたくさんの種類のかん水があるのでっていうので今はもう科学的にも作れるしっていうことで、たくさん種類はあります。それでうちなんかでは例えばもう皆さんもラーメンはもう例えばお醤油ラーメンだったりとか、じゃあラーメンの特徴例えばスープがやっぱり違っているとか、これはお醤油だったりとか味噌だったりとかね。日本は本当にいろんなところに例えばすごくしじみってちっちゃい貝があるんですけど日本の宍道湖でねっていうところとかだと、そこだとしじみラーメンとかしじみの出汁で食べましょう、それぞれの地方でたくさんいろんな出汁を使ってラーメン食べましょうっていうのはありますね。でもうどんやそばはなぜかみんな昆布か
カツオだけうんですね。あごだしとかはね、あごだしって飛び魚とか。ただまあそれぐらいすごくたくさんあって、なおかつうどんやそばみたいに大体こういうものっていう決まりがないんですね、ラーメンは。そう例えば私のところで作ってるラーメンでとっても細いのはこれになるんですよ。あとはこれも同じなんですけどラーメンだ。そう一番遠いところですね。一番太いやつね。まあ太いっていうそうね、幅が広くてっていうね。タカちゃん、そのラーメンのラの意味を教えてあげてくれる？そうね。ラーメンのラっていうのが中国語のラっていう発音があるんですけども、それは引っ張るっていう意味なんです。そうラーメンなんか伸ばす。そうそう本当の一番昔の作り方はこれです。そう引っ張ってっていう。だからこれは乾水が入ってるからできる。乾水が入ってないとブチブチって切れちゃうので、そうこれができるよっていうのが昔の作り方ですね。でも今はもう機械が発達してるんで、機械で潰して引っ張って伸ばしてっていうのが私たちの作り方ですね。あきこさんの弟さんがいろいろお話してくださいました。この小さな製麺所の歴史とかラーメンの成り立ち、それぞれの種類の特徴、そして麺の作り方とか生地の違いまですごく詳しく教えてくださってめちゃくちゃ勉強になりました。普段何気なく食べてるラーメンにもこんなに深い世界があるんだなって感動しちゃいました。全部は動画に入りきらないんですが、ラーメンに興味がある方はぜひあきこさんのツアーに参加してみてくださいね。ちなみに私も実際に機械を使って麺作りを体験させていただきました。右手でも左手でもいいんです。はい。僕出てきたのをだってこれ半分にして。In the middle, you put it up. そう。でまあここは測っても測らないと大丈夫。いいですか？じゃあはい出ます。大丈夫ですか？ここでこうやってやって、あと右手使ってこっちに。With your left hand, you put it up and fold it, and with your right hand, you likeそう。もうマスタースピードで。マスタースピード。早くします。上手すごいよね。じゃもっとハイスピードで。そうですね。じゃあ大丈夫ですか？大丈夫ですか？もしいいよ大丈夫です。手離してても。Don't worry, because 助けてくれますから本当は。本当はこれでね。本当はね、もっとね、大きい会社だとこれオートマチックでやるんですけど、そううちみたいなちっちゃいところなんで、これね、そう便利ですよね。もう産業革命の前なんでうちはそうこういう風になりますんで、じゃあ頑張ってください。こう手前に持ってきてもらって、はい。それで指の先で少しこう丸めてあげるんです。そうすると乗りやすい。そうですね。はい。はい。親指を。そうですね。親指を少しずつ親指入れてあげる。はい。上手。リカさんパック係で。で、ここの。アレックスさん。明日からアルバイト。
最近ちょっと忙しい。最近忙しいからアルバイトみたいな。綾乃さんこれできたやつ。お土産もよくできた。製麺所での体験の後は、あきこさんのご自宅にお邪魔させていただきました。名前はテディです。テディ。さっきの製麺所で作ったラーメンを持って、いよいよお家で調理スタートです。これ全部1、2、3、4、5、6個ありますから、はい、5個お願いします。そうだよ。怖くないよ。あきこさんが今日作る料理のレシピをとても丁寧に分かりやすく説明してくださいました。あきこさんは最初から最後までそばで見守ってくださって、わからないところはすぐに優しくサポートしてくださったので、とても安心して作ることができました。そうすると、その黄身ヨークね、エビヨーク will in the middle, will be in the middle。頑張って。今日は本当にたくさんの興味深い料理を体験させていただきました。味玉から始まり、野菜を使った餃子とかラーメン、唐揚げ、サラダとか前菜、そして最後には手作りのデザートまで、バラエティ豊かで、作る過程もすごく楽しかったです。こうやってスプーンだいたい1杯から1杯半ぐらい入れます。そしたらこの水で半分、周り半分こうやります。そしたら半分にします。半分。で、一番真ん中のところだけギュッて押します。そうしたら右側に3個、1、2、3個ひだを作ります。こっちも1、2、3。難しい。ちょっと頑張って作ってみましょう。はい。どの料理も私にとっては初めてのもので、作りながらたくさんのことを学びました。食材の使い方とか味付けのバランス、そして日本ならではの工夫など、とても勉強になりました。作りながらみんなでたくさんのしゃべりしていっぱい笑いました。あきこさんは日本の文化とか習慣についていろいろ教えてくださって、私たちも自分の国のこととか日常の話をシェアしました。美味しい？みんなちょっとお皿持ってきて。日本人はお豆腐を切るときに手の上で切ります。ああ、そうなんだ。知ってました？いいえ。こうやって日本は知らなかった。みんな手で切るの。そうね、手で切らないと大変でしょ？取れないでしょ？みんな手で切ります。そうなんだ。30秒。じゃあ今2分30秒測りますね。調理中は本当に楽しくて、新しいこともたくさん学べました。あきこさんのご家族はとても温かくてフレンドリーで、雰囲気も賑やかで居心地のいいものでした。もちろん全部の料理が本当に美味しく仕上がって大満足。こうしてレシピを学べたことも嬉しいですし、何よりあきこさんのおかげで本物の日本のおもてなしをたっぷり感じることができました。こんな素敵な体験、きっと一生忘れません。あきこさん、そしてご家族の皆さん、本当にありがとうございました。最後まで見てくださった皆さんもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。